はいどうも、いつきんです。本日は昨日バランス調整が来ましたアビゲイルとアレンシアの紹介をしていきます。このゲームは定期的にバランス調整といってちょっと使いづらい英雄とかが今の環境に合わせて強くされることがあるんですが、今回はこのアビゲイルとアレンシアが対象となりまして、同時にピックアップも来ておりますので、新規の人とか引いた方がいいのかどうかっていう基準にしてもらえればいいかなと思います。で、まず結論から言うと、この2人はですね、かなり強い方のキャラクターとなります。そして古代遺物に関してもゴールデンローズとアレンシノクスの激鱗、どちらも優秀な遺物です。アレンシノクスの方は今だとアレンシアほぼ専用みたいな感じなんですけど、単純に異物としてクリティカルの底上げができる異物なので、最初に持ってるとクリ率の装備伸びてないやつとかも装備しやすくなります。 15% アップと。で追加攻撃を持ってる英雄が、初期だとあんまりいなくて、アレンシアが本当に最適解みたいな異物ではあるんですが、一応何か装備するものがなければつけるとクリ率が 15% 上がりますよという異物です。そしてゴールデンローズもかなり強い異物で、シグルの大釜というウォーリアーが装備できて回復できる異物があるんですけど、それと対をなすゴールデンローズ、こちらも回復ができる異物となっています。で、キャラによってはこっちの方が使いやすかったりとか、攻撃的なキャラクターに関してはこのゴールデンローズが優秀なので、1枚持っておくといずれ役に立ってくれるかもしれません。強いキャラとは言ったんですけど、今引くかどうかはちょっと悩みどころです。というのも、この後限定キャラとかの発表もおそらくあると予想しているので、そちらにリソースをつぎ込んだ方が結果的にはいいかなというのが、アビゲイルもアレンシアも工場キャラなので、いつでもこのストーリー召喚というので引くことができます。なので今ここで引かなくても余裕ができた時にストーリー召喚でアビゲイルとかを選択してあげると、そのピックアップガチャがすぐ引けるようになるので、ちょっとねアイテムとか必要なんですけど、この辺はやってればたまるアイテムなので特に問題はないかなと思います。そうしましたら今日紹介するビルドを紹介します。まずアレンシアからなんですが、考えられるビルドとしては列車ビルドかスピードビルドになります。今装備しているのが闘技場とかで使いやすい列車ビルド、闘技場とか GVG とかでとにかく HP の多い敵を一気に減らしたいという場合にめちゃくちゃ強いです。その数値は最大で 44% かな。それだけの HP を列車させることができるので、ほぼマックス列車が入ると考えるとめちゃくちゃ強いというのがわかると思います。なので初期の人とかは列車セットをもし手に入ったらつけてあげるのがいいかなと思います。そして RTA ワールドアリーナで使いやすいのがスピードビルドですね。おそらくしばらくアレンシアを試して使いたいっていう人はこういうビルドで試していくんじゃないかなと思うんですが、かなり早くすることで相手から見るとそこまでアレンシアって速いキャラクターじゃないので油断が生まれるっていうのも一つの強い点だと思います。さらにはスキルがですね、ゲージアップ系が存在していて、スキルさんが自分のアクションゲージを 50% アップ、さらに専用装備で相手のアクションゲージを 20% ダウンさせるということで、こちらがスキルを使ったら 50% 上がってくる上に相手が 20% 下がるので、単純にアレンシアの行動がめちゃくちゃ速くなります。なのでそれを利用して列車を一気に入れるっていうのと、あとはこのスキルですね、追加スキルが出ると自分のアクションゲージを 15% アップさせるのと、異物によってプラス 15% から 20% アップさせるので、それも加味するとスピードが速い方が列車の回転速度がめちゃくちゃ速い、かつ防御力ダウンが付与できるので、それも考えると行動が速い方が有利ということで、ワールドアリーナではスピード型の方が強いのかなというふうに思います。そしてアビゲイルのビルドですが、こちらも同じく列車型かスピード型のどちらかがおすすめです。で、アビゲイルに関してはワールドアリーナ、闘技場、 GVG どれでもですね、どのタイプのビルドでも構わないと思います。なので自分が使いやすいビルド、装備が余っているビルドでいいと思います。なぜかというとアビゲイルは存在するだけで後衛の味方に不死を付与する、要は一回食いしばるっていうスキルがあるので、
アビゲイルのステータスとして耐久力があれば、特に列車でも速度でもどちらでも構わないというような感じになってます。そして、スキル1ですね。こちら自分のターンにだけ35% の確率でアクションゲージアップという効果もあるので、それを利用したい場合はスピードをめちゃくちゃ速くするっていう方でもいいと思います。なのでスピードもですね、人によってバラバラだと思います。僕なんかは今スピードセットで230にしてますけど、列車でも200前後とかにしたりとか、めちゃくちゃ速い人だとスピードセットで270とかにしてアクションゲージアップを使っていくというやり方もあると思うので、正直アビゲイルは余ってる装備とりあえずつけて置いとくだけで強いキャラクターになります。で、異物もですね、もしあれば勇猛の証拠、ギルドでもらえる異物をセットしておけばなかなか死なないキャラになるので、相手としてはかなり戦いづらいキャラクターになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで戦闘をね、実際に見ていきましょう。アレンシアとアビゲイルセットで使ったワールドアリーナでの戦いになります。これはスピードビルドですね。早くしているとこういう感じで相手が遅かった場合に上を取れてアクションゲージダウンも入れれるというところがめちゃくちゃ強いですね。アクションゲージ 20% ダウンって二昔前ぐらいだとめちゃくちゃ強い効果だったんで、今はあんまり重要視されないんですけど、かなり強い効果っていうのは変わってないので、非常にですね、強い英雄になったと思います。で、さらにゲージダウンと他の英雄のゲージアップを組み合わせれば、このようにもう完全に上を取って一気に攻撃をすることもできると。そして列将の代表格闇霊さんですね。こちらが将来的に手に入った場合もですね、組み合わせると列将がもうとんでもないですね。もうランディに3割ぐらい入っているので、そういった使い方もできると。これアビゲイルも速度セットなので、列将としては列将セットつけてるキャラクターはいないんですが、これだけ列将が入るので、もし闇霊を持ってる人とか将来的に手に入る人はですね、列将セットじゃなくても十分に効果が出ると思います。はい、ここで食いしばり発動。これが強くてですね、バランス調整で弱体効果も解除してくれるようになったので、非常に強いですね。強化負荷とかを入れられてても、食いしばりが発動すると、不死がちゃんとついてくれるというように仕様が変わったので、かなり使いやすくなりました。そして吸血がついているので、攻撃をすると HP の吸収もできます。これ今チェルミア HP1 なんですが、全体攻撃を打ってゴールデンローズと合わせて HP がマックスまで回復すると。はい、今回ゴールデンローズもね、チェルミアに相性ぴったりなので、チェルミアのために今1枚取っとくっていうのも全然ありだと思います。はい、続いてはアレンシアだけなんですが、またアレンシアで上を取るという感じですね。今回ちょっとスピード調整ミスってまして、レイが先に動いちゃってるんですが、できれば合わせて使う場合、アレンシアが先の方がいいです。ゲージダウンさせて、そして闇霊のスキル3スキル2で、セリンが発動したとしても、上を取れるので、これ先にレイが動いちゃうと、アレンシアのアクションゲージダウンが入ってないので、セリンの方がね、先に動いちゃうんですね。なんで死んでもいいっていう場合は別にそれでもいいんですが、なるべくね、生き残ってた方がいいと思うので、本当はこれ逆の方が良かったですね。さあ、ゲージダウン。今回当たったんでね、良かったですけど、セリンが避けてたらちょっとめんどくさかったですね。とにかくゲージダウンから今アクションゲージ左見てもらったら分かるんですが、もう 50% まで来ているんで、光シェナとかと合わせるとさらにゲージアップでもう一気にね、動くことができます。はい、続いてはアビゲイルだけですが、こちらを見ていきましょう。アビゲイルの強いところはさっき言ったように食いしばり1回耐えるという効果なので、光シェナもそんな感じのスキルなんですけど、同じような感じだと思ってもらったら分かりやすいと思います。なので後ろこの後衛に置くキャラクターっていうのは殺したくない相手
を入れてください。今回で言うと闇ヘイストさえ生き残っていれば復活もできますし回復もできるので、ヘイストを後衛に置いて守ってあげるという動きですね。なのでこの場合相手はとにかくアビゲイルを先に倒さないといけない状況になっています。ただ攻撃をしてしまうと、他のキャラクターが動いてくると。そして、闇ヘイストといえば反撃セットということで、反撃も期待できますよと。はい、このように反撃で回復もしていく。で、アビゲイルの体力を十分にしておけばですね、HP が多少減っていても大丈夫と。これ相手はね、悩んでますね。どれを倒すか。ただ、アビゲイルをやはり倒さないと、ダメと。いうことで、アビゲイル攻撃しますが、耐えきるという。これは体力とか防御力をね、しっかり上げておけば耐えることができますし、仮にですね、ここでアビゲイルが死んだところで、闇ヘイストのパッシブが発動するので、蘇生がね、またできます。なんで、この二人は、光シェナと闇ヘイストの組み合わせもよく使われてましたが、この二人の組み合わせもかなり強い組み合わせとなってます。なんで運よくねヘイスト手に入れた人とかは対人でセットで使うと非常に強いキャラクターになります。あとはナユルとかね、今スタンでずっと動けてませんが、ナユルなんかの英雄とか置いたりとか、はたまたゼニュアを置いたりとか、ヘイストじゃなくても全然ヒーラーとか置いてもいいですね。デスティーナを置いて蘇生を絶対させるとか、そういう使い方もできますので、ヘイストがいないという人でも結構おすすめはできます。さあ、で、相手ヘイストを倒そうとしましたが、食いしばりが発生して倒せないと。はい、続いては闘技場で使ってみた戦闘となります。今回どちらも列勝セットにしてます。闘技場では早くしてても、この新月のルナとか闇ポリティスみたいなもっと速いキャラクターが基本的にはいるので、上は取れることはないだろうということで、列勝セットの方が使いやすいと思います。で、アビゲイルを使う場合はさっき言った通りデスティーナなんかを後ろに置いておけば絶対に死にませんので、それを利用して一度立て直したりとかもできます。新規の人だとこの使い方が一番使いやすいと思います。とにかくデスティーナさえ生き残ってればどうにでもなるので、そういった使い方をねしてみてください。で、一回立て直せばあとは列車を入れていくだけということで、アビゲイルこれも列車をセットにしてるので単体攻撃で最大 12%。さすがにね、火力がそんなにないので、そこまでは入ってないんですが、アレンシアも含めれば、約 30% ぐらいは、一気に列車を付与できます。で、これでもう、光シェナの HP が2万切ってるぐらいなので、そこまで怖くないと。もうこれだけ減ってればね、ほぼ機能停止と見てもいいですね。やっぱりアレンシアがバランス調整によってこの2回攻撃できるんですけど、2回ともにね列車が乗るようになったっていうのが非常に強いですね。で、全体攻撃、これちょっと相手で抵抗高くてあんまりゲージダウン入ってないんですが、それでも列車は一応全体でもちょっとは入るので非常に使いやすくなりましたね。そしてアビゲイルのこの呪いも結構強くて、呪いをつけた相手に間接的にダメージが入るというスキルなので、使い方によってはねめちゃくちゃ面白い動きできるんですけど、なかなか難しいですね、これをうまく使うのは。さあ、これで列車を入れつつ、アレンシアなんかは2回攻撃なので今呪いで4000間接的にダメージ入りましたね。これが一撃が高い英雄とかだと3万4万ダメージを与えたらその分呪いのダメージ入るので一撃で死ぬなんてこともねあります。なんでアビゲイルは本当に使い方が多種多様で、単に守るだけとしても使えますし、
防御力ダウンを付与もできますし、裂傷も付与できる。呪いで味方と合わせて2体倒すこともできるっていう風に、使い道めちゃくちゃ多い英雄です。さあ、裂傷で、削って、このアクションゲージアップもね、確率は低いんですけど、発動したらめちゃくちゃ強いんで。さあ、もうあとは、削るだけと。なるべくね、裂傷はまばらにこう付与していくと、基本的にこの今残ってるキャラクターは生命力依存でのダメージアップなので、削れば削るほどダメージが出なくなると。はい。そして、初期のパーティーだと、あんな感じの組みやすい編成になるんですけど、将来的に列将キャラが増えてきて、月影の縁のパート2、シーズン2とかで闇霊を手に入れた場合とかは、組み合わせることができるので、さらに列将の強さっていうのが強くなると思います。レイなんかはね、単体でも、強いんで、それと合わせたらもう一瞬で列将が溜まると。さあ、これ列将セットのアレンシアで、スキル3打つと、起こしちゃうんで、まずは1からですね。こういう動きもできますね。3から打つ必要は別にないので、HP 減らしたい場合は1から全然入っても構いません。他が寝てるうちに列将をガンガン入れていくと。いや、もうこれ、もう1回ターンが回ってきただけで、ルナの HP が半分ですから、追加ダメも全然痛くないと。さあ、これで再び全体攻撃を打ってゲージダウンさせながら列将も入れて、もう見てください。敵の HP が全員3割削れてるような状態に。列将パーティー組めるようになったらこういう感じでね。イリーナブがいないっていう人とかは闇衆とかでもいいですし、他のアビゲイルなんかでも全然いいと思います。要はね、肝となるのがこのレイなんで、レイとアレンシアの組み合わせ。これがまた、列将としては今、現環境で最強かもしれませんね。いいサンプルが得られそう。厄介な虫が寄ってきたものよ。やはり駆除するに限るな。生と死、どちらも望む。はい。というわけで、アビゲイルとアレンシアを紹介してきたんですが、いかがだったでしょうか。これを見て、かなり使いやすそうじゃないかということで、ガチャを引きたくなる人もいるかと思うんですけど、最初に言った通り、ちょっと引くのはやめた方がいいっていうのが、アビゲイル、引いてもいいんですけど、工場なので、後でもいいかなっていうのと、アレンシアに関しては手に入れる方法があります。それがですね、選択召喚シーズン2、これエピソード3をクリアしないといけないんですけど、エピソード3をクリアすると、アレンシア選択できます。で、他の英雄もいい英雄揃ってはいるんですけど、欲しくなるのがシューとか、あとはポリティスぐらいで、この辺はですね、どっちにしろ選択召喚、後ほどね、ピックアップ狙っていくことになると思うので、シューかポリティスかアレンシアのどれかなので、欲しくなった人はですね、このアレンシア、この選択召喚シーズン2タダでもらえるので、これで狙うのがいいかなと思いますので、わざわざですね、今開催中のピックアップを引く必要はそこまではないかなと思います。相当余裕のある人とか課金ガンガンしていけるぜという方は、引いたらかなりの戦力になると思います。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。バランス調整の対象となった英雄はまだまだいるので、またそちらの方も紹介をしていきたいと思いますので、お願いします。それでは、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。